よいしょ。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。じゃん。クエの頭っていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。でっかいクエの頭。っていうことでね、40キロオーバーのクエの頭でございます。40キロっていうとピンとこないと思いますけど、身がついた状態だと、ここからここぐらいまであります。このぐらいです、このぐらい。さすがにそんなに大きなクエは買ってもさばけないし、値段もとんでもないし、身の処理も困りますんで、今日は頭だけ買いました。頭だけでもこれものすごい身の量あります。なんたってこれカマがついてますからね。クエは大きくなればなるほど美味しいんですよ。そしたら今日はこちらの大きなクエの頭を使いまして、2品作っていきたいと思います。1品目、この大きなカマを使ってアクアパッツァ。あんま僕アクアパッツァやんないんですけど、今日はチャレンジしてみたいなと思います。で、それで2品目。実は身のある部分はカマだけじゃないんですよ。頬肉。ここにもね、身がたっぷりありますので、今日はこちらの頬肉を使って甘酢唐揚げ。今日はこちらの2品でお送りしたいと思います。そしたらまずは頭とカマを分けていくんですけど、さすがに包丁だと太刀打ちできません。なので今日はこちらです。ノコギリでいきます。で、これがクエの尻尾ですね。尻尾もめちゃくちゃでかいですよね。僕の手のひらよりでかいです。で、こうね、プロの人はね、こう尻尾を見て油を判断するんですよ。尻尾のこういうところに油が溜まってるなーとかで判断するんですって。マグロとかすごく有名ですよね。そしたらじゃあ、まずここ落としましょうか。はい、片方外れました。反対向けて、こっち側も。よし。はい、取れました。でけえなー。そしたら、お、これって心臓じゃね？お、心臓だ、心臓だ。クエの心臓です。新鮮だったらね、刺身とかでも美味しいんでしょうけどね。そしたらさらにこれを半分に割っていきます。はい、こんな感じ。皆さん見覚えのある形になってきましたね。そしたらこの立派な胸びれ。これも落としていきます。特に出汁が出るってわけでもないですし、このぬめりがありますんで、これ料理に使うと臭みが出るんですよね。なんで落としちゃいますね。はい、だいぶスッキリしてきました。こっち側も一緒。はい、これでカマの仕込みは完成ですね。次はこれ頭ですね。頭から頬肉を取り除いていきます。頬肉は頬肉っていうだけあって、魚のほっぺたに当たるところにあります。で、触ってみるとよくわかります。こう柔らかいところ、ここが頬肉ですね。こんな感じ。そしたら皮を剥いでいきます。ほら、ちょっと見えてきましたね。ここです。こりゃすげえな。だいぶね、この下まで入ってますね。ここら辺まで。はい。頬肉が出てきました。そしたら包丁でくり抜いていきます。で、身を持ち上げながら、少しずつ剥がしていきます。できるだけね、身が残らないようにね。で、こっち側は身の入りが薄いですね。で、目の方にかけてとっても身が深く入ってます。なんで切り抜くときはこっち側から徐々に剥がしていった方がいいかもしれない。こうやって。はい。クエの頬肉取れました。僕の手のひらに収まるぐらいのサイズですね。そしたらこっち側も取っていきましょう。はい、これが頬肉が取れたクエの頭ですね。こんだけ大きい魚体のクエからこの2切れしか取れません。ものすごく貴重な部位となってます。そうしましたら頬肉に下味をつけていきます。なのでこういう皮がついてますんで、分厚い皮を剥いでいきます。こういうとこですね。そうしたら一口サイズにカット。うわ、結構弾力あるな。断面もかなりしっかりしてますね。そんなに大きくいきすぎても味が染み込みにくいので、一口サイズこのぐらいでいきたいと思います。はい、こんな感じですね。そしたらここに日本酒。
ニンニク、でそこに生姜、そこにお醤油で、こちらを入れていきます。でしっかりと漬け込んでいきます。これで冷蔵庫で1時間ほど寝かします。はい、その間にアクアパッツァ作っていきましょうか。鍋入るかなこれ。ちょっと心配なんで、これもう半分に切りましょうか。よし、このサイズ感になっちゃえばこっちのもんだな。そしたらまだ鱗ついてますんで、この鱗取っていきましょうか。はい、すき引きができました。そしたらちょっとこのままだと大きくて火が通りにくいと思いますんで、裏側にこうやって切れ込みを入れます。こういう感じでね。そうすると火が入りやすくなると思うんでね。もう一本縦に入れようか。こんな感じ。そしたらこのクエの実に塩を振ります。しっかりと揉み込んで、まんべんなくかけていきます。そしたらフライパンにたっぷりのオリーブオイルで火をつけて、塩を振って5分経過すると身の中の余計な水分が出てきますので、それをペーパーで取ります。そしたら皮目から焼いていきます。入るかな。お、入った。まず野菜、今が旬のトマト、国産のニンニク1かけら、でパセリ、そしてアクアパッツァには絶対欠かせないもの、それがアサリですね。今日はアサリとハマグリのダブルパンチでいきたいと思います。かなりいい匂いがしてきましたね。トマトはヘタを外して半分にカット。でニンニクも適当にカット。フレッシュパセリも適当にザク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 と。そうしたらだいぶ火が通って焼き目がついてきましたので、こちらニンニクを加えていきます。プチトマト、ハマグリでアサリもたっぷり加えます。そこにお水で白ワインも加えます。蓋をして、魚が結構大きいので今日はこれで15分ほど煮込んでいきます。ポイントは弱火でじっくりと。それじゃあ15分後に移動。はい、では15分ほど経過しました。開けていきましょう。オープン。めちゃめちゃいい香りしてますね。しっかり火も通ってそうですね。そこに刻んだパセリを加えていきます。はい、これでクエのカマのアクアパッツァの完成。そしたら1時間冷蔵庫で寝かしておいたクエのほほ肉、いい感じに味が染み込んでおりますので、こちらを白い粉にまぶしていきたいと思います。ちょっと危ないです、これ。でその中にポン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 と入れていきます。でこちらに空気を入れてシェイクします。はい、まんべんなくつきました。そしたら粉をある程度払いながらバットに乗せていきます。そしたらこれを揚げる前に先に甘酢だれを作っていきましょう。お鍋にお醤油でお酢、お醤油と同じ量入れます。で砂糖、本みりんですりおろしにんにくもちょこっと入れます。これで火をかけて軽くとろみが出てくるまで加熱していきます。はい、だいぶ気泡が粗くなってきて若干とろみがついてきましたので、これで揚げていきます。ボウルに移します。揚げた唐揚げをここにくぐらして盛り付けていくスタイルでいきます。揚げて油を切ってで絡めておくと、こういう感じでどんどん揚げていきます。はい、そしたらそこにネギをたっぷりと振りかければクエのほほ肉の
甘酢竜田揚げの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。アクアパッツァは豪快にフライパンごといただきたいと思います。ちょっとお行儀悪いですけども、クエのカマのアクアパッツァ、なんて贅沢なんでしょうか。中まで火通ってるかな。あ、通ってますね。やっぱりあれ切れ込み入れたの正解でしたね。ほら、バッチリ火が通ってます。そしたらこのスープにしっかり絡めていただきます。うめえ。アクアパッツァ激うま。お店で出てきても全然恥じない味ができました。めちゃくちゃ美味しいです。スープがやばいね。口の中入れた瞬間にまずこの二枚貝の芳醇な旨味がバチンってきて、その後にクエの美味しい脂が口の中に広がります。めちゃくちゃうまいです。クエの実こんなに繊維が太いんですけど、全然口の中でごわつかないんですよね。ほんと柔らかく口の中でほどけてくれる、そんな感じです。次はこちら、クエの甘酢唐揚げ。甘酢竜田揚げってとこですかね。片栗粉で揚げてますんで。じゃネギのたっぷりかかったここら辺をいただきます。うまっ。みんな騙されたと思ってこれ一回作ってみ。めちゃめちゃうまいって。酢をあんだけ入れたからすごく酸っぱい感じだと思われがちなんですけど、一度ああいう風に火をバーッと通してますんで、そんなに酢は強くないんですよ。魚のこう唐揚げとかのシリーズで俺これ一番好きです。はい、ということで今日はこちらの甘酢竜田揚げとアクアパッツァときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。銀色のやつ。すっごい冷えてます。もう手で持ってるだけでも辛いぐらい冷えております。ほう凍る直前ですね。うまそう。はい。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。いやー、なんか本当にね、2、3年前と比べて料理が上達したなって思います。YouTube 様々です。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は40キロオーバーのクエの頭を使ってアクアパッツァとほほ肉の唐揚げを作ってみましたけども、うわー、どっちも美味しかった。そういや肝心なカマとほほ肉の身の違いとか言うの忘れてましたね。どっちもすごい美味しいんですけど、密質的にはぶっちゃけほほ肉もカマもそんな変わんないような気がします。で、油の乗りがそれカマの方が油乗ってますんで好きですね。カマで唐揚げやってもめちゃくちゃ美味しかったと思います。でもカマは身を外すのがとっても大変なのでね、ああいう風に丸ごと使った料理が一番効率よく食べれるかなと思います。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。